ちゃん、朝だぞこら。いい加減に起きないとダメだよ。もう兄ちゃん、朝だぞこら。いい加減に起きないとダメだよ。さっき寝たばっかりなのにゃ。ああ、さてはまた夜更かししてやがったな。もう朝ごはん食べてないのお兄ちゃん。そうだぞ。しかし体がだるい。お母さん、今日はシーツを洗濯するって。お兄ちゃんが起きれば洗濯始められるのにって言ってるよ。朝には妹たちの怒りは無事に解けたようだった。兄ちゃん、朝だぞこら。いい加減起きないとダメだよ。今朝は急に目覚まし時計のありやなしやについて考えてみたくなった。ありていに言って目覚まし時計という言葉が、あるいは存在が僕は好きではない。言うなれば脱退の運動的な気持ちが僕にあることも間違いない。それ以前どうして目を覚まさなければならないという根本的な問題が、その嫌悪感目覚まし時計に、その嫌悪感が目覚まし時計に対する。この言葉をこうして繰り返していると、目覚まし時計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 、目覚目覚まし時計を嫌悪するに違いないの。そもそも目というその目を覚まさすという言葉そのものに苦しい押し付けがましさを感じるがゆえに、気に入らない。だからその朝に人をだから僕たちは目覚まし時計にこう告げよう。嫌悪ではなく感謝の念を込めて。ありがとう。そしておやすみ。起きたくないだけのことでどれだけ言い訳する気だよ兄ちゃん。だいたい私たち時計じゃなくて妹だし、目覚まし妹だし。面白い。このままフィギュア化とかしてほしい。